ねえメタン、僕海外旅行に憧れてるのだ。ニューヨークとかパリとか、おしゃれな街を歩きたいのだ。あら、いい夢ね。じゃあ一つ聞くけど、あなた海外のトイレを使ったことはあるかしら？トイレなんてどこも同じなのだ。用を足すだけなのだ。それが日本人の致命的な勘違いなのよ。今日は海外のトイレ地獄と日本のトイレ天国の話をするわ。まず衝撃の数字からいくわね。アメリカの公衆トイレの利用料金、なんと1回あたり1ドルから2ドル、日本円で約150円から300円よ。トイレにお金がかかるのだ。しかもそれはまだマシな方よ。ヨーロッパに行ったらもっとすごいことになるわ。パリの公衆トイレは1回2ユーロ、日本円で約340円。しかも数が圧倒的に少ないから観光客は常にトイレ探しに必死よ。340円。日本だったらコンビニのおにぎり3個買えるのだ。しかもね、お金を払ったからといって清潔とは限らないの。むしろ想像を絶する光景が待っているわ。アメリカの公衆トイレの現実がこれよ。便座がない、ペーパーは床にぶちまけられている、ドアの鍵は壊れている。嘘でしょ？便座がないってどういうことなのだ？盗まれるのよ。便座を外して持っていく人がいるの。あるいは最初から設置しない施設もあるわ。衛生面を考えて座らせないという発想ね。座らせないって、じゃあどうするのだ？空気椅子よ。みんな便器の上で中腰になって用を足すの。だから余計に汚れるという悪循環だわ。ヨーロッパはもう少しマシなのだ。先進国なのだ。甘いわね。ロンドンの主要駅のトイレは入場料50ペンス、約100円。しかもクレジットカード専用のゲートがあって、現金では入れないの。カードがないとトイレにも入れないのだ。2023年の BBC 調査によると、イギリスでは過去20年間で公衆トイレの数が約 50% 減少したの。自治体が維持費を払えなくなって、次々と閉鎖しているのよ。俺はニューヨークに住んでいるんだが、正直に言うと、街中でトイレを探すのは毎日の戦いだ。カフェに入ってコーヒーを買わないとトイレは使えない。スターバックスですら暗証番号制になった。何も買わずにトイレだけ使おうとすると、店員に止められる。コーヒーを買わないとトイレに入れないのだ。それって人権的にどうなのだ？でもね、お店の気持ちもわかるのよ。アメリカではトイレが薬物使用の場所になることが多いから、管理せざるを得ないの。サンフランシスコでは年間約2万件の路上排泄の通報があるの。公衆トイレがないから、人々は路上で用を足すしかないのよ。2万件？先進国でそんなことが起きてるのだ。市はピットストップという移動式トイレを導入したけど、年間の運営費が1機あたり約28万ドル、日本円で約4200万円もかかるの。4200万円？トイレ1個に4200万円なのだ。維持管理、清掃、薬物対策の監視員、全部含めるとそうなるのよ。それでも足りないから路上排泄は減らない。僕の友人がインドを旅行した時の話なんだが、空港を出た瞬間にカルチャーショックを受けたらしい。インドでは2014年にモディ首相がスワッチ、バーラト、クリーン、インディア、キャンペーンを開始したわ。当時、なんと国民の約5億人がトイレを持っていなかったの。5億人？日本の人口の4倍なのだ。キャンペーンで1億1000万基のトイレが建設されたけど、それでもまだ使わない人がいるの。文化的な習慣を変えるのは簡単じゃないのよ。中国のトイレはどうなのだ？経済大国なのだ。中国にはニーハオトイレという恐ろしい文化があるわ。仕切りがない溝式のトイレで、隣の人と目が合いながら用を足すの。嘘でしょ？プライバシーゼロなのだ。2015年からトイレ革命を掲げて改善を進めているけど、地方の観光地ではまだ残っているわ。習近平主席自ら指示を出したほどの国家的課題よ。国家主席がトイレの心配をしてるのだ。さて、ここまで海外のトイレ地獄を見てきたわけだけど、ここからが本番よ。一方、日本では、なんか空気が変わったのだ。日本の公衆トイレは無料よ。駅でもコンビニでも公園でも1円もかからない。そんなの当たり前なのだ。それが当たり前じゃないから外国人が泣くのよ。さっき言ったでしょう。海外では150円から340円かかるって。しかも日本のコンビニトイレを見てちょうだい。ウォシュレット付き、暖房便座、トイレットペーパー完備、消し臭スプレーまである。これが24時間無料で使えるの。コンビニのトイレにウォシュレットがあるのは普通なのだ。その普通を知った外国人がどうなるか聞きたいかしら？正直に言うと、僕は日本のコンビニのトイレで3分間フリーズした。便座に座った瞬間、暖かかったんだ。冬の寒い日にコンビニの無料のトイレの便座が暖かい。暖房便座なのだ。日本では当たり前なのだ。アメリカのトイレでは便座に座る前にペーパーを何重にも敷くんだ。汚いから直接触りたくない。でも日本では座った瞬間ここは天国かと思った。そして日本が世界に誇る発明、ウォシュレットよ。TOTO が1980年に発売して以来、日本の一般家庭の普及率は約 80%、公共施設でも当たり前になったわ。ウォシュレットは神なのだ。海外の人がこのボタンパネルを見ると、
まるで宇宙船のコックピットだというのよ。お尻洗浄、ビデ、乾燥、水量調節、水温調節、脱臭。僕は最初どのボタンを押していいかわからなくて全部押した。そしたら突然水が飛んできて叫んでしまった。でも5分後にはもうこれなしでは生きられないと確信した。5分で人生変わるのだ。さらに日本は公衆トイレのデザインにまで本気を出しているわ。渋谷区の THE、TOKYO、TOILET プロジェクトを知ってるかしら？聞いたことあるのだ。有名な建築家が設計したやつなのだ。安藤忠雄、隈研吾、坂茂、世界的な建築家16人がデザインした公衆トイレが渋谷区内に17カ所もあるの。建築家がトイレをデザインするのだ。坂茂がデザインしたトイレは透明なガラスでできているの。誰も入っていない時は中が丸見えだけど、鍵をかけると不透明になる。透明なトイレ？怖いのだ。これは安全性の確保よ。中に不審者がいないか、清潔かどうかを外から確認できるの。鍵をかければ完全に見えなくなるから安心して。高速道路のサービスエリアのトイレもすごいわよ。個室の空き状況がリアルタイムで電光掲示板に表示されるの。どの個室が空いてるかわかるのだ。ハイテクすぎるのだ。さらにパウダールーム完備、ベビーベッド付きの多機能トイレ、オストメイト対応、音姫まである。音姫、あれは日本の発明なのだ。音姫は TOTO が1988年に発売した擬音装置よ。トイレの音を水の流れる音で消すの。日本人の恥じらいの文化から生まれた世界唯一の製品だわ。僕の彼女が日本のトイレで音姫のボタンを押した時、これは何のための機械と聞いてきた。説明したら、日本人はトイレの音まで気にするのをと信じられない顔をしていた。気にするのだ。音は恥ずかしいのだ。この他人への配慮が日本のトイレの本質なのよ。清潔さだけじゃない。使う人の気持ちまで設計に組み込んでいるの。日本のデパートのトイレに至っては、もはやホテルのラウンジよ。自動水洗、ハンドドライヤー、アメニティまで揃っている。デパートのトイレは確かにすごいのだ。化粧直しスペースまであるのだ。これが全部無料なのよ。海外の人からしたら正気の沙汰じゃないわ。でもさ、なんで日本だけこんなにトイレが綺麗なのだ？いい質問ね。答えは教育よ。日本では小学校から子供たちが自分でトイレ掃除をするの。これは世界的に見ても極めて珍しいことなのよ。確かに、僕も小学生の時やったのだ。海外では掃除は清掃業者の仕事であって、生徒がやることじゃないの。でも日本では自分が使う場所は自分できれいにするという価値観が幼少期から刷り込まれるわ。これを知った時、全てが腑に落ちた。日本人は誰かが掃除してくれるとは思っていない。次に使う人のためにきれいにするという考え方なんだ。新幹線のトイレも世界レベルよ。時速285キロで走りながらウォシュレット付きの清潔なトイレが使えるの。しかも JR 東海の清掃チームは東京駅での折り返し時間わずか7分で車内全体を清掃するわ。7分で新幹線を全部掃除するのだ。この7ミニッツミラクルは海外メディアでも何度も特集されているわ。 CNN、BBC が絶賛したの。2021年の東京オリンピックでは各国のアスリートが日本のトイレに衝撃を受けたわ。 SNS に投稿が殺到したの。特に話題になったのがトイレの蓋が自動で開くやつだ。近づくとセンサーが反応して蓋がスーッと開く。アメリカの選手がトイレが俺を歓迎してくれたと投稿して200万いいねがついた。トイレに歓迎されるのだ。アメリカ代表の選手たちは帰国後 TOTO のウォシュレットを自宅に設置した人が続出したそうよ。オリンピック効果なのだ。まとめるわね。海外ではトイレは仕方なく使う不快な場所。でも日本ではおもてなしの精神が宿る空間なのよ。確かに、日本のトイレは世界一なのだ。そうね。でもこれだけは覚えておいて。日本のトイレが清潔なのは誰かが毎日掃除しているからよ。技術だけじゃない。次の人のためにという気持ちが日本のトイレを世界一にしているの。僕も今日からトイレをきれいに使うのだ。あら、今まで汚く使ってたのかしら？そんなことないのだ。一つだけ言わせてくれ。日本に来て3年になるが、日本のトイレだけは帰国したら絶対に恋しくなる。これだけは断言できる。それがトイレ、ロスよ。日本を離れた外国人が必ず経験する症状だわ。トイレ、ロス、新しい言葉なのだ。というわけで、日本のトイレ文化がいかに異常で、そして素晴らしいかが分かったかしら？僕、もう海外のトイレには行きたくないのだ。日本のぬるま湯に浸かりすぎね。でもまあ、それも幸せの一つの形よ。このチャンネルでは世界が驚く日本の魅力をお届けしているのだ。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いするわ。次の動画でまた会いましょう。またねなのだ。